夢十夜第六夜。こんな夢を見た。近くの寺で運慶が仁王を彫っていると聞いた。散歩の時行ってみると人がたくさんいた。門の前に大きい松があった。松の緑と門の朱色がとてもきれいだ。古い寺だった。鎌倉時代だと思う。しかし、見物している人たちはみんな現代の服を着ている。大きいね。人間を彫るより大変だ。と、見物人の一人が言った。へえ、今も仁王を彫っているのか。と他の人が言った。仁王はいいね。大和武より強いからね。無教養な人だ。と私は思った。運慶は周りの声を全然気にしていなかった。足場の高いところにいて、無心にのみと金槌を動かして、仁王の顔を彫っている。昔の着物を着て、他の人たちとは全然釣り合いが取れない。私は、どうして運慶が今の時代まで生きているのかと思った。不思議だと思った。私の前にいた若い男が振り返って言った。こんなに見物人がうるさいが、運慶には世界に自分と仁王だけがいるみたいですね。あっぱれだ。私はこの言葉を面白いと思った。それでその若い男を見た。彼は続けた。あののみと金槌の使い方を見てください。神業ですよ。運慶は仁王の眉を一気に彫ると、のみを返して鼻を彫った。すぐに見事な鼻が彫り出された。運慶は考えたり迷ったりする時間が全然ない。いかにも無造作だ。私は感心して、無造作だなぁ、と独り言を言った。すると、また若い男が言った。あれは、眉や鼻を彫っているんじゃありません。木の中に埋まっている顔を、のみと金槌で出しているんですよ。だから絶対迷わない。そうか。彫刻とはそういうものか。と私は思った。もしそれが本当だったら、彫刻は誰にでもできる。私は家へ帰った。道具箱からのみと金槌を出して薪を掘った。残念だが、仁王は埋まっていなかった。二つ目の薪も仁王は埋まっていなかった。私は薪を次々と掘った。しかし、仁王が埋まっている木は一つもなかった。ついに、今の時代の木に仁王は埋まっていないと悟った。それで、運慶が今日まで生きている理由もわかった。